アンニョンパクンです。今こちらにですね、チャンさんを招いております。チャンさんですね、なんと日本に36年間住まれてるってところで、僕が見た在日の韓国人の中で在日歴としては一番長い方となっております。この36年間、一体どういった出来事があったのか、それを聞いていけたらと思っております。そしたらチャンさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはですね、簡単な自己紹介と、日本でどういった仕事をやってきたのか。私は韓国から36年前に日本に来て、日本語学校、専門学校、それでいろいろ仕事を経験して、日本人の男性と結婚して、その方の病気、介護、あとその死別、次にまた結婚して離婚、その後にまた恋人の死を体験したり、いろんな別れや出会いを体験しながら、その中で笑ったり、泣いたり、自己成長を続けてきたんだなって感じですね。もう波乱万丈でした。ありがとうございます。で、今日はチャンさんの日本での出来事が気になっていて、大変だった話から聞けていけたらと思います。おそらく死別の方が一番大変だったんじゃない？大変でしたね。もう、どうしたらいいのかがわからない。とにかく日本で戦わなきゃいけない。孤独でしたね。相談する人もいなかったり、友達もいなかったり、毎日泣いてました。毎日泣いて、毎日戦って、あんまりにも辛いから、私もしまった方がいいのかなと思って、バスが走ってくるところに一瞬体投げようと思ったこともあったり、大きな公園があって、いろいろ考えたいなと思って、ベンチに座った瞬間、もういろんなことが蘇ってきては、涙がもう止まらなくなって、そこでずっと泣いたんです、声を出して。そしたら公園の中散歩してる方たちが、もう何が起こったのかなと思って、声をかけていいのか、かけなくていいのか、戸惑いながら、70歳ぐらいになる高齢の女性の方が一回後回ってたらまだ戻ってきて大丈夫ですって。優しい。優しいです。恥ずかしいのも考えずに、大丈夫です。ありがとうございます。って言って、私は孤独だと思ったけど、周りにこうやって声をかけてくれる人もいるんだ、温かいんだなと思って、その時に病院に行って、主人が病院の生活がもう嫌で帰りたい。とにかく反抗してたんですよ。こうしましょうって言ったら、嫌だそのために呼ばれたり。だから自分が仕事をしたいのに突然呼ばれたら病院に行かなきゃいけない。自分の生活がない状態で、その時に悟ったことがあって、それで彼に言ったんですね。帰れないよ。今まで帰れるよ。帰れるよ。言ったけど、帰れない。今日は真実を言います。ここがね、あなたの住処だから、最後にここであの世行くしかないんだから、みんなと協力して仲良くしましょうって話をしながら、あの人が嫌だ、この人が嫌だと言うけど、あの人、この人は、誰かにとって大切な子供なんだよ。その子供があなたの世話をしてくれる。いいことでしょ？会わないから嫌だじゃなくて、この人たちが私の体を拭いてくれたり、ケアしてくれてることを感謝したら、その言葉が出なくなるんじゃないのかしらと言ったら、顔色を変えてましたね。それから彼も自分の状況を受け入れるようになって、それから穏やかになりました。そんな感じでしたね。今やられてる仕事って、そのような大変な状況におられる方をサポートするような介護関連の仕事だと思うんですけども、それのモチベーションは何ですか？行かれる時に、行かれる方と残されてる方が、お互いに心のいろんなものがなくなって、自由でいられるようなお手伝いをすることなんだなと。すごい。仕事の哲学が。そうですね。患者さんを楽にさせてあげることも仕事なんですけど、患者さんだけじゃなくて、その周りに関わっている家族の心も軽くしてあげること、罪悪感がないようにして手伝うことも私の仕事なんだなと思うので、自分が体験したことは大切に生かされてるんだと思います。じゃあ、思い出に残ってる患者さんとのエピソードはありますか？あります。ALS っていう筋肉が麻痺して、全身血が麻痺して、最後に苦しみながら亡くなられる病気。不治のね、病なんですけれども、その病気になってる方をケアしたんですけど、孤独のグルメって番組があるじゃないですか。その方が全部管につながれて、自分の力では召し上がれない方なんですけれども、昔居酒屋とか行って食べたり飲んだりしてた思い出があって、うまそうだねって食べたいね、飲みたいね、いつもいて、私もグルメ番組が好きなので、それで、お店いいですね、行きたいですね、でしながらやったら、ある日突然ひらみ、行ってみたいですか？行きたいって言うわけ。本人が、じゃあ行きますかって言ったら、もうめちゃめちゃ喜んでて、ご本人様行きたいって言ってるんですけど、近くに行けそうなお
お店を私調べますので、よかったら行きますかねって言ったら、あ、行ってくれるの付き合ってくれるのってことです付き合ってくれるのだったらじゃあ行くよって。そしたら女性二人では男性をケアできないので、関わってる看護師と仲良くなって、その看護師の方にこういうことになったんだけど、行く？一緒に手伝ってくれたら安心して行けるねと言ったら、その方も意気投合して、そういうことだったら行きましょうということで、調べて受け入れる居酒屋を発見して連れて行ったんですね。お酒ダメですなるじゃないですか。そしたら、その方が昔飲まれた方だから、せっかくこういうところ来たんで、飲まないと意味ないでしょ。点滴ボトルに薄くアルコール入れて、こう、水割りを作って流したら、すぐですよ。もう真っ赤で喜んで、あの方がね、嬉しくて泣いたんです。大泣き。大泣きするのを見て、私たちがみんな泣いたんです。そんなに嬉しいんだってことで、我々は会社の責任者から見たら怒られる仕事をしたんです。でも、私がもし家族だったら、こういう介護士、こういう看護師欲しいよねって。私たちはそういうことで、お互いの素晴らしい思い出として残ってますね。みんな優しいですね。ドラマに出てきそうな人だなって思いながら。ありがとうございます。だから今みたいな話に、なんか日本で嬉しかった、幸せだったエピソード、他はありそうですか？この仕事をして国家試験、介護福祉士という試験に一発合格した時が一番嬉しかったです。大変なケアの現場を行って、自分が自分の家族にしてあげられなかったケアを、もし生きてたらこういうことしてあげたよねって思いながらやってたことが試験に全部出たんですよ。試験で自分が答えをちゃんと出せたってこと、結果が出たってことが非常に嬉しかったです。今日も週7のうち唯一休める木曜日だけっていうところで、今週6で夜勤されてますよね。いや、実は週4に夜勤やってて、2日は違う仕事、別な仕事をしています。タロットタロットリーディングの鑑定士をしております。子供の時は勘が鋭いねとか言われたりしてて、大人の嘘がよくわかる。大人って平気で嘘つくんだねってことがわかることもで、気がついた頃には友達にいろんな話を相談されると、その友達に、そのね、こうなるよって言ってしまう自分がいて、なんで私こんなこと言ってしまうのかな。もし当たらなかったらどうしようとかってるのに、しばらく言ったことを忘れて、その友達と久しぶりに会ったら、あの時あなたが言ってくれたこと実は当たったの？なんでわかったの？とか言われて、そうだったんだ。実は私3年前に自分の持病が発覚して、私も難病にかかってたんですよ。もう真っ青になりました。天国から地獄に突き落とされ眠れなかったんです。どうなるんだろうと思って。その時に、ただ病院に行ったりは嫌で、座っててやれる仕事ないのかなと思った時に、もともと人と話したり喋ったりするのは好きだから、この際、占い師としてやってみようかしらと思って、ピンチからチャンスでしたね。発想の転換で、まだ生きる道を新たに考えてみようと思ったのがタロット占い師でしたね。このタロット占いでいろんな話を聞くときに違う自分がいてワクワクしながらやってる自分があるんですね。転職ですね。で、最後の質問なんですけども、じゃあこれからも日本でずっと住む予定なのか、特別な何か起こらない限り私は日本にずっといると思います。長い、抜け出せなくなってる。生活の基盤が日本にできてるし、不満足なところはないのでずっといると思います。人間関係にいろいろ疲れて、人を裏切られたり、傷ついたり、凹んだりして、逃げたかったからもうビザいりません。帰ります。入った時期もあるんですよ。で結局恋しくなって3ヶ月後にまた戻ってきて。そういうのを繰り返したり、でもそれで居心地がいいのは日本なんだってことを気づいて、また戻ってきてからは気の迷いもなく、第二の人生をここで自ら開拓するしかない。自分の道を歩んできたって感じですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ってところで、じゃあチャンさんですね、2つタロットと、介護のお仕事をされてるっていうところだったんですけども、個人で活動されていて、これを見てる皆さんも、もしご興味があれば、ぜひ概要欄にある連絡先に連絡をして、チャンさんと話してみるといいかなと思っております。次の回ではですね、この36年間過ぎながら、日本社会、日本人、韓国社会っていうのをどのように見られてきたのかっていうのが気になって、それを聞いていきたいと思います。チャンさん、本日ありがとうございました。